佐々木朗希の衝撃投球を全米レジェンドたちが大絶賛。NBC でのカーショーのサイ・ヤング賞発言が全米トレンド域に。タッカーが明かした佐々木との特別な会話にも大きな注目が集まる。シーズン序盤とはまるで別人のような自信を、佐々木朗希は初球から感じさせた。経験豊富な打者を数多く擁するメッツ打線を相手にすることは決して容易ではなく、とりわけ不安外に2度の四球を与えて走者を背負った場面では、大きなプレッシャーがかかっていた。それでも、その状況に精神面を乱されることはなく、日本人右腕は終始安定したリズムで投球を続け、後続打者に弱い打球を打たせるか、不利なカウントのまま打席を終えさせた。これまでのように最速級のファストボールだけで力任せに押し切ろうとする姿はなく、最後まで冷静さを失わなかった。その落ち着いた投球が、ドジャースを試合序盤の難しい局面から最小限の失点で切り抜けさせた。唯一の失点は2回だった。ルイス・ロバート・ジュニアが内角高めのフォーシームを完璧に捉え、スタンドへ運ぶソロホームランを放ち、メッツが先制に成功した。本拠地の観客を大いに沸かせる一打であり、この日佐々木が相手打線に攻略された数少ない場面でもあった。しかし、専門家たちが驚いたのはそのホームランではなく、その直後に見せた24歳右腕の対応だった。球速勝負に固執する姿勢は一切見せず、すぐに投球プランを修正、フォーシームの割合を減らし、スプリッターやスライダー、そして大きく落ちる変化球を主体に組み立て、球速と軌道を絶えず変化させることで、メッツ打線の読みを完全に狂わせていった。その修正の効果は試合中盤からすぐに現れた。4回以降、メッツ打線は完全に攻撃のリズムを失っていく。鋭い打球はほとんど姿を消し、空振りや力のない打球が次々と増えていった。佐々木はもはや球速だけで打者を圧倒するのではなく、多彩な球種を駆使して一人一人との勝負を支配していた。相手がファストボールにタイミングを合わせ始めると、決定的な場面でスプリッターやスライダーを織り交ぜる。その絶え間ない配球の変化によって、メッツの打者たちは有効な攻略プランを最後まで組み立てることができなかった。6回は、佐々木の支配力を最も象徴するイニングとなった。異なる3種類の配球で3者連続三振を奪い、試合を組み立てる柔軟な発想と対応力を改めて示した。そして7回も走者を一人も許さない完璧なイニングを締めくくり、味方から大きな拍手を受けながらマウンドを降りた。注目すべきは、前回ヤンキース戦で100マイルを超える速球を連発して観衆を驚かせたのとは対照的に、この日は100マイルに到達した球はわずか1球だけだったという点である。それでも、試合中に戦術を修正し、それを完璧に実行した制球力と対応力によって、この日の投球内容は前回以上に高く評価された。7イニングを投げ終えた時点で、佐々木はわずか94球でメッツ打線を3安打1失点、2四球、9奪三振に封じ込めた。この数字だけでもほぼ完璧な内容と言えるが、専門家がさらに高く評価したのは、その数字を生み出した過程だった。もはや彼は160キロを超える剛速球だけに頼る投手ではない。試合の流れを読み、必要に応じて戦略を修正し、不利な状況さえも自らの流れへと変えて試合全体を支配できる投手へと成長している。そのため、多くの専門家は今回のメッツ戦での勝利は、球速で圧倒したヤンキース戦以上に価値があると評価している。この登板は、佐々木朗希がメジャーリーグで真の総合力を備えた投手へと着実に進化していることを証明する内容だった。ペドロ・マルティネスは、佐々木朗希の投球を絶賛し、メジャーリーグに渡って以来、最も完成度の高い登板の一つだったと高く評価した。ドミニカ共和国出身のレジェンドは、この日の佐々木の投球を見て、すぐに NPB 時代の全盛期を思い出したという。ペドロは短くこう語った。これは全盛期の佐々木だ。技術面について、ペドロが特に高く評価したのはスプリッターの質だった。この日のスプリッターは通常より回転数が低かった一方で、球速は非常に速く、その組み合わせによって打者には極めて見極めにくい軌道となり、相手打者に空振りを連発させていたと分析した。さらに、スプリッター単体のスイング&ミス率は 60% に達しており、これは一流投手でもなかなか見られない驚異的な数字だと指摘した。ペドロは今日のスプリッターはほとんど打つことができなかったと評価した。スプリッターだけでなく、
ペドロはフォーシームファストボールの質についても高く評価した。佐々木は平均 98.6 マイルを維持しており、これは2023年シーズンの平均球速とほぼ同水準で、球威も腕の強さも全く衰えていないことを示していると述べた。確かに相手の3本のヒットはいずれもフォーシームから生まれたが、真に評価すべき点は試合中の修正能力にあるという。ペドロは試合中盤以降、佐々木は配球を変え、流れは完全に変わった。と語った。ペドロ・マルティネスによれば、試合のターニングポイントは佐々木がスプリッターの投球割合を増やした場面だった。それ以降、相手打線はほとんど攻略の糸口を見出せなくなったという。試合中に球種の使用割合を柔軟に調整できることは、投手として戦術面で成熟した証であり、佐々木はそれを完璧に実践していたと強調した。最後にペドロは試合全体のスタッツを振り返り、この登板はまさに支配的な内容だったと総括した。9奪三振、スイング&ミス率 42%。さらに相手に許したハードヒットは試合を通じてわずか4本。この数字こそが、佐々木がマウンドを完全に支配していたことを物語っていると評価した。そして最後に、重みのある一言で締めくくった。これが、私がこれまで見てきた中で最も完成された佐々木朗希だ。試合終了後、デーブ・ロバーツ監督は、満足感を隠しきれない表情で記者会見に姿を現した。6イニングを高い強度で投げ抜いた佐々木朗希を7回も続投させた判断には驚きの声も少なくなかったが、ロバーツ監督は、首脳陣は単に球数だけを見て判断したわけではないと説明した。6回終了後の佐々木の実際のコンディションを細かく観察し、落ち着いた表情、力強い足取り、自信に満ちたボディランゲージ、そのすべてがまだ10分に投げ続けられる状態であることを示していたという。ロバーツ監督は、佐々木が完全に試合をコントロールしていると確信しており、先発投手がこれほど高い投球内容を維持している状況で、慌ててブルペンを投入する理由はなかったと語った。ドジャース指揮官によれば、この日の投球で最も価値があったのは、9奪三振や被安打3という数字ではない。本当に大きな違いは、マウンド上での佐々木の精神状態にあったという。シーズン序盤の佐々木は、試合中にもデリバリーの修正を繰り返し、目の前の打者への対応と自身のフォーム修正の両方に意識を割かなければならなかった。軸足の使い方、リリースポイント、そして投球動作全体の連動性を常に気にしていたため、一度流れが悪くなると簡単にリズムを崩してしまう場面も少なくなかった。しかし、メッツ戦ではそのような姿はほとんど見られなかった。佐々木は1球ごとに自分の技術的な答えを探すのではなく、試合前に準備してきたプランを最後まで遂行することだけに集中していた。ロバーツ監督は、この登板をまさに、投球術のお手本と呼び、佐々木は球速だけに頼ることなく相手打線を封じ込めたと高く評価した。特にスプリッターについては、フォーシームファストボールとほぼ同じ軌道で飛び出しながら、最後の瞬間にストライクゾーンから鋭く落ちる球質を強調した。軌道の前半がフォーシームと極めて似ているため、打者は球種を見極めることが難しく、気づいた時にはすでにスイングを止められない状況に追い込まれていたという。佐々木がリリースポイントと落差を安定してコントロールできるようになったことで、このスプリッターはほとんど打つことのできない武器へと進化したと語った。また、日本人右腕が意図を相手に悟らせることなく同じフォームを繰り返せるようになったことは、デリバリーが以前よりはるかに安定した証拠だと評価した。こうした高評価は記者会見場だけにとどまらなかった。地元放送ではジョー・デイビスが、この試合の主役は間違いなく佐々木朗希であり、ドジャース移籍後でも屈指の完成度を誇る登板だったと断言した。ベテラン実況アナウンサーは、2回にホームランを浴びた後の佐々木が見せた試合の支配力は、スタッツだけでは10分に表現しきれないと指摘した。さらに、オーレル・ハーシュハイザーは、この日のメッツ戦をヤンキースタジアムでの圧巻の快速球を披露した登板以上に高く評価すると語った。MLB で200勝以上を挙げた元名投手によれば、ヤンキース戦は佐々木の驚異的な身体能力を示した試合だったが、メッツ戦で明らかになったのは、それ以上に重要な資質だった。打者の反応を読み、配球を修正し、試合全体のリズムを支配する能力こそが、この日の佐々木の進化だったという。レジェンドのクレイトン・カーショーは NBC の番組で次のように語った。私が言えるのは一つだけだ。
佐々木は、本当に別格だ。今日の佐々木は、ほとんど日の打ちどころのない投球だった。私が最も感心したのは奪三振の数ではなく、試合全体を支配したその投球術だ。相手に許したヒットはわずか3本で、そのすべてがフォーシームによるものだった。しかし、その後すぐに配球を修正し、ファストボールへの依存を減らして、スプリッター、フォーク、そして縦の変化が鋭いスライダーをより多く使うようになった。これらの変化球を思い通りに操る精度は非常に高く、打者たちはほとんど狙い球を読めなくなっていた。前回の登板と比べると、まるで別人のようだった。前回はフォーシームを中心に組み立てていたが、今日は多彩な球種を持ち、それぞれの状況に応じて最適な選択ができることを証明した。それこそが、本当に成長している投手の証だ。そして、これだけは言っておきたい。私は来シーズン、佐々木が間違いなくサイ・ヤング賞争いに加わると信じている。私はこれまで一度も彼の実力を疑ったことはない。球速、球質、そして空振りを奪う能力は、もともとトップクラスだった。唯一、佐々木の成長を妨げていたのは精神面だった。しかし、オールスター休暇以降の彼は全く別人だ。自信に満ちた表情、迷いのない眼差し、そして試合を支配する投手としての風格をまとってマウンドに立っている。以前なら数本ヒットを打たれるだけで不安そうな表情を見せていたが、今は苦しい場面でも冷静さを保ち、最後まで自分のプランを遂行している。それが何より大きな変化だ。実際のところ、佐々木はメジャーリーグという環境への適応を非常に早く進めている。制球力は日に日に安定し、球威と球速も維持されている。それだけでなく、球種の数も質も明らかに向上しており、以前よりはるかに多くの選択肢を持って勝負できるようになった。たとえ一つの球種が思うように機能しなくても、別の球種へすぐに切り替え、それでも試合のリズムを失わない。それこそが一流投手の資質だ。今年のポストシーズンで彼がどんな投球を見せてくれるのか、本当に楽しみにしている。そして今の成長曲線を維持できれば、来シーズンの佐々木は間違いなく本物のサイ・ヤング賞候補になれるはずだ。もう一つ、私が佐々木をさらに高く評価した理由がある。試合後、彼は自分の投球について語るよりも先に、ラッシングのゲームメイクを称賛していた。ラッシングが大きなプレッシャーを受け、多くの批判の的となっている状況で、自ら進んでチームメイトの貢献を認めたことは、佐々木が人間としても大きく成長した証だと思う。それは単なるインタビューでの社交辞令ではない。最も励ましを必要としている仲間を守ろうとする。一人のチームメイトとしての行動だった。優れた能力を持つ投手は貴重だ。しかし、このようにチーム全体を思いやることのできる投手は、それ以上に価値のある存在だ。試合序盤の大半、佐々木朗希はほぼ一人でドジャースをメッツに突き放されないよう支え続けていた。日本人右腕は幾度となくピンチを切り抜けたものの、打線は相手投手陣を攻略する糸口を見つけることができなかった。得点機は何度か訪れたが、いずれもあと1本が出ず、ルイス・ロバート・ジュニアのソロホームランによる1点差が重くのしかかった。それでも試合が中盤に差し掛かると、ようやくドジャース打線が相手にプレッシャーをかけ始める。ミゲル・ロハスが外野深くへ10分な飛球を放ち、犠牲フライで同点に追いつくことに成功。長い間、援護点のないまま投げ続けていた佐々木の負担を大きく和らげる一打となった。勝負を決定づける場面は7回に訪れた。ちょうど佐々木が94球、9奪三振で自身の登板を終えた直後だった。ドジャースは2塁と3塁に走者を進める好機を作り、メッツ守備陣は大谷翔平に最大限の警戒を向けた。日本人スターは、この場面で無理に長打を狙うことはなかった。冷静にセンター方向へ10分な深さの犠牲フライを放ち、三塁走者を本塁へ迎え入れた。この打球はヒットにはならなかったものの、試合で最も価値のある1点をもたらし、ドジャースは初めてリードを奪うことに成功。同時に、長い間勝利から遠ざかっていた佐々木にも勝ち投手の権利をもたらした。その場面までにも、大谷は2本のヒットを放ち、積極的な打撃を見せていた。
特に印象的だったのは、ライト方向へ放った二塁打だった。大谷はすぐに加速し、迷うことなく三塁進塁を狙った。しかし、メッツ守備陣が素早く対応したため、三塁でタッチアウトとなった。それでも、このプレーは大谷の積極的な攻撃姿勢を象徴するものだった。少しでも相手にプレッシャーをかけられると判断すれば、安全策にとどまることなく次の塁を狙う。その結果は実らなかったものの、この果敢な走塁は、序盤から試合の流れを支配していたメッツに対し、ドジャースが流れを変えようとしていた姿勢をよく表していた。1点リードでは、ドジャースにとって試合はまだ全く安心できる状況ではなかった。しかし8回、カイル・タッカーが本拠地ファンの反撃への期待をほぼ断ち切る一打を放つ。フレディ・フリーマンが出塁して2塁まで進んだ後、タッカーは20試合連続で本塁打が出ていないという大きなプレッシャーを抱えながら打席に入った。そして甘く入ったファストボールを逃さず力強くスイングし、打球をライトとセンターの間へ運んでスタンドへ叩き込んだ。本拠地スタンドが静まり返る中、この2ランホームランによってドジャースは4対1とリードを広げた。これはタッカーにとって20試合ぶりのホームランであり、その価値はスコアボードに刻まれた2点以上の意味を持っていた。この一打は数週間にわたって彼を苦しめてきた重圧を解き放つと同時に、佐々木の素晴らしい投球をほぼ確実な勝利へと結びつけた。その後、ドジャースのブルペンはメッツに1点を返されたものの、大谷とタッカーが生み出したリードは10分だった。ドジャースは4対2で試合を締めくくり、佐々木は約2ヶ月ぶりとなる今季4勝目を手にした。また、ドジャースは連勝を3に伸ばした。わずか1点のビハインドに苦しみ続けた試合は、佐々木の粘り強い投球、大谷の勝ち越し犠牲フライ、そしてタッカーの重圧を吹き飛ばす一発によって、見事にひっくり返された。タッカーは試合後、次のように語った。今日、グラウンドで起きたことには本当に胸を打たれた。僕たち2人とも、それぞれが抱えていた一番大きな恐怖を乗り越えられたことが本当に嬉しい。ここ最近、佐々木と僕は本当によく似た気持ちを経験していた。球場に向かうたびに、不安を抱えながら、自分の調子はもうここまでなのか、これが自分の限界なのか、と何度も自問していた。思うような結果が出ない日々が続くと、孤独はあっという間にやってくる。考えすぎてしまい、自信を失い、自分がかつてどれだけ良いプレーをしていたのかさえ忘れてしまうことがあるんだ。ある日、練習が終わった後、佐々木がグラウンドの隅に一人残って投球練習を続けているのを見かけた。僕は通訳と一緒に彼のところへ行き、多くの選手が一度は自分に問いかけたことがあるであろう質問をした。批判されることは怖くないのかとね。すると佐々木は笑顔でこう答えた。その言葉は今でもはっきり覚えている。子供の頃からずっとそういう言葉を受けてきました。前向きに考えれば、それほど怖いものではありません。さらに彼は、専門的なアドバイスや批判にはいつも目を通しているとも話してくれた。納得できる内容なら練習に取り入れ、効果があれば続けるし、自分に合わなければやめる。それで結果がどうなっても、失うものは何もないと言っていた。あの会話は、本当に僕の考え方を変えてくれた。1週間ずっと抱えていたプレッシャーやネガティブな感情が、一気に消えていくような気がした。批判と戦う必要なんてなくて、毎日少しでも成長することだけに集中すればいいんだと気づいた。今日の試合では、本当に久しぶりに失敗への恐怖を抱えずにグラウンドへ立つことができた。目の前の一球、一つ一つのプレーだけを考えていた。その感覚は本当に素晴らしかった。佐々木には心から感謝している。僕はずっと、朗希佐々木が本来の力を発揮できれば、今日のような投球は10分にできると信じていた。彼に足りなかったのは技術でも才能でもなく、登板ごとに安定したパフォーマンスを維持することだった。その壁を乗り越えられれば、佐々木とメジャーを代表するトップクラスの投手たちとの差は、これからますます縮まっていくはずだ。彼には将来、メジャーリーグを代表する最高の投手の一人になれるだけの資質があると、私は信じている。試合終了直後、アメリカの各テレビ局の野球番組は、その多くの時間を佐々木朗希の投球分析に費やした。特に注目を集めたのは、デビッド・オルティス、アレックス・ロドリゲス、デレク・ジーターという3人のレジェンドが、いずれも同じ見解を示したことだった。彼らは、
この試合は単なる素晴らしい勝利ではなく、佐々木がメジャーリーグで新たなステージへ踏み出したことを示す一戦だったと評価した。番組ではビッグパピコとデビッド・オルティスが最初に口を開き、2回にホームランを浴びた後の佐々木の対応に最も感銘を受けたと語った。オルティスは短く、これこそが本物のエースのメンタリティだ、と評価した。若い投手にとって最も難しいのは速い球を投げることではなく、失点した後も冷静さを保ち続けることだとし、佐々木はそれをほぼ完璧にやってのけたと称賛した。デビッド・オルティスは、多くの若い投手は失点すると、すぐにさらに速いファストボールで名誉を取り戻そうとし、その結果、制球を乱したり、さらに打ち込まれたりすることが少なくないと指摘した。しかし、佐々木は全く逆の選択をした。フォーシームへの依存を自ら減らし、配球そのものを大胆に組み替え、メッツ打線を完全に試合の流れから置き去りにしたのである。ビッグパピは、この成熟した判断力を特に高く評価した。レッドソックスのレジェンドによれば、100マイルを超える速球はファンを熱狂させることはできても、試合を読み、自ら戦略を修正する能力こそが、メジャーリーグで長く活躍する投手にとって最も重要な要素だという。そして、この試合は佐々木が力だけではなく、知性で勝つ方法を学び始めていることを証明したと結論付けた。続いてアレックス・ロドリゲスは、より専門的な視点から分析を加えた。A ロットが最も驚いたのは、佐々木が試合の流れを切り崩すことなく、試合途中で投球プランを切り替えたことだったという。彼によれば、球速に恵まれた投手の多くは、自分最大の武器である速球に頼りすぎる傾向がある。しかし佐々木は、球速という優位性に固執せず、より効果的な方法を選択した。A ロットは、それこそが一流投手の思考だ。と語った。さらに、メッツ打線がフォーシームにタイミングを合わせ始めたことを察知すると、スプリッター、スライダー、フォークの使用割合を次々と変えていった点を絶賛した。アレックス・ロドリゲスは、これほど緊迫した試合の最中に、冷静な判断を下せる投手は決して多くないと評価した。一方、デレク・ジーターは、長年 MLB 屈指の投手たちと対戦してきた打者の視点から佐々木を分析した。ヤンキースのレジェンドは、打者として最も嫌なのは、次にどの球種が来るのか全く予測できない状況だと語った。そして、この日の佐々木はまさにメッツ打線にその感覚を与えていたという。すべての球種が同じフォーム、同じリリースポイントから放たれるため、打者はボールがホームプレート近くまで来るまで判断することができなかった。ジーターは、投手によって次に何が来るのかわからなくなった時点で、打者はスイングする前からほぼ負けている。と分析した。そして彼にとって、それこそがエリート級の投手へ近づいている何より明確な証拠だった。番組の最後には、3人のレジェンド全員が、今回のメッツ戦の価値は9奪三振や94球という数字をはるかに超えるものだという点で一致した。ビッグパピは、佐々木が逆境を乗り越えるだけの精神力を証明したと評価し、アレックス・ロドリゲスは、戦術的な思考で試合を支配できる投手へと成長していると語った。そしてデレク・ジーターは、ドジャースのユニフォームを着た佐々木から、初めて本物のエースの姿を感じ取ったと述べた。それぞれ異なる視点から分析しながらも、3人が導き出した結論は同じだった。佐々木朗希は、もはや特別な剛腕を持つだけの才能ではない。着実に、メジャーリーグを代表する総合力と脅威を兼ね備えた投手へと成長しつつある。